どうもお疲れ様です。ババログです。今回は4月5日から約2週間で行ってきたヨーロッパ周遊一人旅のパッキングをご紹介していきます。2年前に一度3泊4日の韓国出張パッキングを動画にしているんですが、そこから旅グッズや収納方法も見直し、パッキング方法もかなりアップグレードをして2週間のヨーロッパ仕様で準備をしています。今回の旅はずっと行ってみたかったヨーロッパの世界遺産巡りがメインで、取れた航空券がドイツのミュンヘン着だったということもあって、そこからドイツ、オーストリア、クロアチア、ギリシャの4カ国を巡ってきました。ヨーロッパに行くのも10年ぶりだったので、人様のパッキング動画を参考にしていろいろ準備をしたんですが、結局使わなかったものも結構ありました。ということで今回は実際に持っていってよかったものを中心に、帰ってきてからリアルにパッキングし直して動画を撮ってみました。旅行以外でも使える便利なものも紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。それではスタート。メインのスーツケースはリモアのオリジナルチェックインの M サイズ。60リットルでヨーロッパ2週間にしては正直ちょっと小さいかと思うんですが、普段韓国出張に M サイズを使っていて、これ以上大きいスーツケースがなかったので、今回は M サイズに詰め込みました。ラゲッジタグは D& デパートメントの京都限定カラーのものです。そしてスーツケースの上に乗せる取っ手に通せるバッグはフロイドのもの。いつも使っているバッグをスーツケースの上に乗せることもあるんですが、荷物が多いと結局ずるっと落ちてしまうことが多くて、ずっと取っ手に固定できるバッグが欲しいなと探していた時に見つけたのが、スーツケースも展開しているドイツのブランドのフロイドでした。カラー展開もかなり豊富で悩んだんですが、ちょうど大阪でポップアップをやっていたので、実物を見に行ってリボンの上に置くなら赤かなと思ってこの色にしました。今回はこちらを機内持ち込みバッグとして使いました。観光で持ち歩くバッグはこの MM6 とサロモンのコラボのリュック。蓋とかチャックのついているバッグを全然持っていないってことに気づいて、自転車のルールも厳しくなって今後絶対必要だろうと思って便利そうなリュックを買おうと決めたものの、今までバッグの選択肢になかったのでリュック界隈の知識がゼロ。焦って探している時に目についたのがこちらで、おしゃれとおしゃれのコラボはおしゃれに決まっているということで、いつものミーハー精神で購入しました。それでは持って行って実際着た洋服を紹介していきます。機内コーデはアディダスのトラックパンツにユニクロのカシミヤブレンドヒートテックのタートルです。行った国によって気温差がかなりあって、今回一番悩んだのが服選びでした。ただパリやイタリアみたいなおしゃれをした方がいい国には行っていないので、基本歩きやすさと動きやすさ重視で選んでいます。服をまとめた仕分けケースは全て無印でまとめています。まずかさばるアウターとボトムは圧縮タイプ L サイズにまとめていきました。アウターは気候に合わせて厚手、普通、薄手の3タイプ。ボトムは一番履くであろうデニム1本とショートパンツ、アディダスのトラックパンツ。韓国とか近場の場合は荷物を軽くするためにデニムは絶対履いていくのですが、今回は14時間フライトになるのでアディダスのトラックパンツを履いていくことにしました。気温が低くても天気がいい日が多かったので、持っていったパタゴニアはほとんど着ることがなく、この圧縮タイプはいい仕事をしてくれました。圧縮タイプ M サイズにまとめたのはトップス。薄手のニットからカーディガン、T シャツなど着回すと調整できるものを持っていきました。でも実際は1回しか着なかったものもあったりで、春は上下3パターンあれば着回せたかなという感じでした。インナーと靴下は圧縮しなくてもよかったので、通常のダブルタイプ M に分けて入れました。時期的にカシミヤブレンドのヒートテックはインナーではなく1枚で着れる気候だったので、黒のタートルはトップスとして使っていました。通常のダブルタイプ S サイズには下着とパジャマ。下着は無印良品のスポブラタイプのブラジャーとボクサーショーツ。上下3セットプラスショーツ1といった感じで、洗って使って十分でした。日本と違って海外のホテルはパジャマがないところが多いので持っていきましたが、見事に全部ついていなかったのでパジャマは持って行ってよかったです。これで着るものを全部詰め終わってこの量です。そのまま洗える衣類ケースを着たものを入れて分けていましたが、結局出して洗うので、これは別に普通のビニール袋でもよかったかなと思っています。
靴はこちらの2足で、どうしてもヨーロッパでブーツを履きたかったので、かさばるのが分かっていたのに持っていきました。履いていったスニーカーはこちらのゴールデングース。スニーカーといえどおしゃれスニーカーなので、ソールが硬くて長時間履くと疲れるので、昔にバズっていた時に買っていたニューバランスの中敷きを入れていきました。これが大正解で、1日1万歩以上毎日歩いていたのに、足すっきりシーツなど湿布を貼ることなく疲れ知らずで2週間過ごせました。ヨーロッパは思ってた以上に日差しが強かったので、サングラスは持って行って正解でした。服の雰囲気に合わせたかったので、イメージが違うものを2本持参しました。アクセサリーはロワードシャンブルのものをいろいろまとめて持っていきました。高価なジュエリーは一つもないので、韓国パッキングの時にも紹介したジョリジョリのケースにまとめてスーツケースにポンと入れておきます。次は旅の必需品。絶対必要なものから実際に持って行って便利だったなと思ったものまでまとめて紹介します。まずは忘れてはいけないパスポート。昔パリで気づいたらパスポートがなくなっていることがあって、ベルトタイプのセキュリティポーチを買ってしっかり盗難対策をしていったんですが、パンツだとトイレの時邪魔でかなり煩わしかったので、次回からは首にかけるタイプにしようかと思います。次に大事なのはスマホ。正直パスポートや財布をなくしてもスマホさえあればなんとかなります。特に今は Google マップや翻訳、Uber、チャット GPT など何でもすぐ調べられるので、一人旅でも不安なく過ごせました。そしてスマホを使うために必要な eSIM は Amazon で買いました。旅行の PR とかで紹介されている eSIM のアプリも見てみましたが、ヨーロッパ20日間無制限だと発行されているクーポンを使っても Amazon で買った方が断然安かったので、値段だけで考えると自分で設定できる人は Amazon や楽天で買った方がいいと思います。そしてお財布よりお財布になったのがこの Apple Watch。ウォレットに登録している Apple Pay が大活躍しました。カードが使えるところは財布を出さずに Apple Pay で決済できたので、財布を出す回数が減るのはセキュリティ面でもかなり安心感がありました。財布はブランド物を持っていると目をつけられやすいと聞いたので、当価の財布に入れ替えました。でも Apple Watch のおかげでほとんど財布を出すことがなかったので、メッシュポーチでも良かったかもと思っています。日本ではチャージスポットをよく使っているので持ち歩いてはなかったんですが、今回の旅行のために大容量のモバイルバッテリーを購入しました。タイプ C ケーブルとマグセーフの両方で充電でき、写真や動画をかなり撮るので人より電池消費は激しめですが、スマホ2台とカメラもこれ1台で1日しっかり補えたので、モバイルバッテリーは1万ミリ1つで十分だと思います。思いのほか活躍したのがこの小さい除菌ウェットシート。ヨーロッパはいいレストランに入ってもおしぼりがほぼ出てこないので、ご飯を食べる時とか助かりました。続いて薬やサプリを紹介していきます。持病があるので常備薬が2週間分。乗り物酔いはそんなにしないけど念のため酔い止め。疲れた時の回復用にキューピーコアゴールド、ロキソニンと湿布。サプリはなんとなく毎日飲んでるスピルリーナ。もともと綺麗な人しか案件やっていないアンチエイジングサプリの MNM。 体調が悪くなった時の応急処置としてポカリの粉末。あといろいろマスクなどをまとめてスタンダードプロダクツのビニールのポーチに入れています。続いてスキンケアと化粧品について紹介します。吊り下げポーチはまとめるのにあった方がいいかなと思って急遽 Amazon で2000円ぐらいのものを買いました。メッシュポーチが3つ入っていて、それぞれ取り外しができるようになっています。2週間以上になるので、普段使っているものは基本全部無印の積み替え容器に移して持参。もともと残りが少なかったものはそのまま容器ごと持っていきました。シャンプーとコンディショナーは多分ホテルにあるだろうから重いし持っていくのはちょっと悩んだんですが、行ってみたら海外の香料ってきつすぎて匂いにちょっと慣れなかったので、いつも使っているものを持って行ってよかったと思っています。ボディーソープはさすがに持っていかなかったんですが、次回は石鹸を持参しようかと思っています。歯ブラシは日本と違ってホテルに絶対ついてないので必須で、歯列矯正をしているのでジェットウォッシャーも欠かせません。そしてヘアアイロンも私には必須。最近の家電は電圧も海外対応されているので変圧器など必要なく問題なく使いました。化粧品もいつも使うものをスタンダードプロダクツのメッシュケースにまとめて入れていきました。
ここからはあったら便利というもので、洗濯グッズで本当に買って持って行ってよかったと思ったのがこの洗剤シート。旅行用の洗剤ってこういう液体の小袋を持っていくのが一般的でしたが、ちょっとだけ洗面台で手洗いするには液体では量が多くて、開けたのを持ち運ぶのもなかなか難しいです。これは水につけると溶ける洗剤になっていて、量に応じて枚数を足して洗ったらいいので、液体タイプと違って無駄なく使え、世の中進んでんなと思ってもう革命的でした。そして洗ったものを干すのに使ったのがダイソーの旅行用の折りたたみハンガー。ハンガーにピンチが2個つけられるようになっているので、靴下を干すのに便利でした。これは2本ぐらい持っていった方が良かったかなと思ったので、帰ってから買い足しました。パジャマや歯ブラシに続いてホテルにないのはスリッパ。靴のままでいるのは疲れるので、スリッパはやっぱりあった方がいいです。これは水風に乗った時のかかとのあるふわふわの高級アメニティで大活躍でした。天気に恵まれて1回しか使えませんでしたが、これはもう旅行関係なく普段でも持っていると便利な 67g の超軽量の折りたたみ傘。もう持ってないって言っても過言ではないぐらい、私調べではこれが一番軽いと思うので、おしゃれ関係なく雨を避けるだけでいい折りたたみ傘を探している人にはおすすめです。円安もあって本当に物価が高く、 500ml の水が500円近くすることもあったので、空港など無料で水が汲める場所で補充できるように水筒を持っていって正解でした。水筒もシンプルな無印でと思っていたんですが、口が細くて洗う用にスポンジを別に買わないといけないものばかりで諦めようかと思ってたら、直前に旅行グッズを見に行った東急ハンズで見つけたのがこのおわら。手を入れて洗えるぐらい口が広くてお手入れしやすいのと色が可愛かったので即決しました。でもタンブラーだとちょっと重さがあるので、どうせ水を買うことになるので空のペットボトル持ち歩きでもよかったかなと思っています。続いてガジェット関連です。ヨーロッパのコンセントはだいたい C タイプで韓国と一緒。全世界対応とかは高かったので、今回のためにプラグとコードをさせるように便利そうなものを買ったつもりでしたが、持ってるコードは全部タイプ C なのに、今更 USB-A ポートが2個のタイプを買ってしまったのでちょっと失敗しました。刺すところが出っ張っててちょっと邪魔なんですが、だいたいホテルの差し込み口は丸くへこんだ状態になっているところが多いので、コンパクトになるものより安定してて安心です。一つでプラグがいっぱい刺せるようにはなっていますが、洗面所でヘアアイロンとか使うようにもう1個簡易的なものを持っていきました。あとは急速充電器と PC ケーブル、タイプ C ケーブル2個、プラグでの充電用に USB-A ケーブル、Apple Watch の充電用としてマグセーフ一体型の充電器、紹介したバッテリー、データ管理の外付け SSD と予備の SD カード、スマホデータを抜き取る SD カードリーダー、あと便利なのが時代に逆行してタイプ C から USB-A に変換するアダプター。ほぼタイプ C になっている人は日本でも役に立つと思うんですが、バスとか飛行機の充電の差し込み口ってまだほとんど USB-A のところが多くて、比較充電ができるのに差し込み口が合わないとか不毛すぎるので、これは持っとくと便利です。それでこのガジェット類をまとめているのもスタンダードプロダクツのポーチ。インナーバッグとして使えて無印にも似てるやつあるんですが、これはチャックがついてるからかなり便利です。現地でホテルとか飛行機とかの予約を取ったり調べたりできるように MacBook Pro とイヤホンとロストバゲッジ対策にエアタグ、もともと家の鍵につけてるのでそのままずっとスーツケースの中に入れてたので、荷物預けたら常に通知が来てました。カメラはいつも Vlog で使っている Osmo Pocket 3。純正のケースはかさばるので無印のペンケースに入れたらジャストフィットで良かったです。あとスマホ用三脚も持ってきました。それではこれまで紹介した中から機内持ち込みバッグの中身を紹介していきます。ダウンロードした動画とか見ようと思ってたので、パソコンと最低限のバッテリー充電関係。でも今回この旅行のためにマイルを貯めて初めて乗ったビジネスクラスだったので、コース料理が来たり座席をフルフラットにしたりとテンション上がっていろいろ遊んでいたら PC 開く暇は全くありませんでした。
液体関係は洗顔、化粧水、アイボンで、念のためビニール袋にまとめて、あとはエイジングクリーム。飛行機の乾燥がすごいからシートパックは必須と機内持ち込み動画でみんな言ってるんですが、年のせいなのか人前でパックするのが正直恥ずかしすぎてできなかったです。喉ヌール濡れマスクなどの衛生用品と歯ブラシセット、長距離フライトの3種の神器的なアイマスク、耳栓、ネックピローですが、私は結構どこでも寝れるタイプなので必要なく、ネックピローに関してはフルフラットで寝れるので正直必要ありませんでした。あとカメラとスマホ三脚とスマホ2台、すぐ取り出せるようにポケットに財布とパスポート、イヤホンも出し入れするのでポケットにまとめて入れてます。あと地味に大事なのは、今は何でもスマホで管理できるけどスマホをなくしたら終わりなので、航空券やホテルの予約、パスポートのコピーなどプリントアウトしたものをもうデジタル派の私でも持っていくようにしています。空港でセキュリティを出た後にだいたい水汲み冷水器があるので、飛行機を待つ間無駄なお金を使わなくていいように空のタンブラーも入れていきます。以上、2週間の春のヨーロッパ一人旅で、帰ってきてからこれはいらなかった、使わなかったというものを省いて、リアルに使ったものだけを改めてパッキングし直して紹介しました。スーツケースは行きは帰りのお土産のことも考えて少し開けていくっていうのが理想ですが、今回は買い物より現地を楽しむを優先で、お土産も全員に100点のものを渡せるわけもないので、自分のことだけ考えて60リットルパンパンにして行ってきました。2週間のダイジェスト版はすでにアップしていますが、これから旅行の Vlog も完成次第ちょこちょこ出していく予定なので、どうぞお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。